人食いじじいは幸せな人間の魂を食らう。第一章第一話。人食いじじい語られた名は。原作語り春美月。皆の者よく聞け。これはわしがまだ幼き頃のことじゃ。わしは山の中をさまよっていた。木々がうっそうと前後左右、そして真上にも生い茂り、わしはどこを歩いているのかわからなくなった。迷った。昼日中だと思っていたが、周りは薄暗く、すべてが同じように見えた。そしてふと風が止んだ。何の音も聞こえなくなった。突然、誰も住んでいる気配がないような廃れた一軒の家が目に飛び込んできた。わしは気がつくと、その家の戸を叩いていた。家の中から老人が出てきて、わしを手招きしよった。その老人は、いいか、人食いじじいだ。人の魂を食らう妖怪だ。いいか、皆の者。人食いじじいは、幸せな人間の魂を食らう。決して食わせてはならんぞ。忘れるな。決して人食いじじいのことを忘れてはならんぞ。決して。そう言って老人は息を引き取った。三郎が息を引き取った後、その場に居合わせた村の者は声も落とさず好き勝手に話した。今の話は本当だろうか。いやしかし、人食いじじいなんて今まで見たことも聞いたこともない。お前さんは知っているか？いや知らん。三郎さんも年だ。ボケていたのかもしれない。何かと見間違えたのやも。いやもしかすると。三郎の孫である五郎太は三郎を心底尊敬していた。三郎が嘘を言ったとも、ボケていたとも思いたくはなかった。じっさまが嘘をつくもんか。きっと本当のことを言っていたに違いない。僕がきっとそれを証明してみせる。五郎太は幼き頃に父を亡くし、母である幸恵と祖父の三郎の二人に育てられた。五郎太にとって三郎はまさに父も同然だった。三郎は何でも知っていたし、村の誰よりもしっかり者で、村長も離れた集落の人々でさえも幾度となく彼に助けを求めた。それは三郎が年老いても同じことだった。葬儀はあっという間に終わった。多くの人が瞬く間に集まったかと思えば、五郎太が三郎を見つめている間に、柔らかな風が消え去るように、もうほとんど誰もいなくなっていた。三郎にすがりついて泣いていた者もいた気がするが、五郎太にはどうでもいいことだった。心の中にぽっかりと穴が開いたようだ。なのに、不思議に広がる感情を感じ取る暇もないほどに、刹那に時は過ぎていた。五郎太は涙をこらえた。涙を必死にこらえている間に、
三郎は埋葬されていた。そして墓を見つめている間に、まだ残っていた村人も一人、また一人とその場から姿を消していた。五郎太、帰ろう。泣き晴らした顔で母は五郎太の肩にそっと手を置いた。そして幽霊のように静かに三郎の墓を後にした。母の声は風のように、ただ五郎太の耳のすぐ脇を通り過ぎるだけだった。じっさま、死ぬにはまだ早いだろう。そう言って初めて涙が頬を伝った。安心せえ。村の皆は必ず僕が守るぞ。人食いじじいから守るぞ。五郎太は一人、三郎の眠る墓地に身を任せて泣いた。これが三郎の死で流した最初の涙だった。家に戻る道中、五郎太は三郎と過ごした日々に心を預けた。五郎太がまだ5歳の時、父が流行り病で死んだ。五郎太はなぜ母が泣いているのかと三郎に尋ねた。大切な人が死んで悲しいのじゃよ。三郎は五郎太を肩に乗せて言った。死ぬって何？どうなるの？二度と目を覚まさない眠りについたのだ。話すこともできない。笑い声も聞こえない。父さんはもう起きないの？僕と話してくれないの？笑いかけてくれないの？父さんは僕を怒っているの？五郎太は無性に不安に駆られた。そんな五郎太を見て三郎はふと笑ってみせた。いや、お前さんを怒っているわけでも、お前の母さんを怒っているわけでもないぞ。幼い五郎太には当時何もわかりはしなかった。三郎は何も包み隠すことなく教えた。だが、怖がる必要はないぞ、五郎太。お前もいつかはわかる時が来るだろう。いや、死が何よりも理解しがたいものだとわかることだろう。五郎太には三郎の言っていることがよくわからなかった。ただ、父が二度と目を覚まさないということ、気丈な母が泣き続けていることに恐怖を感じて泣いた。今ならあの時じっさまの言っていたことがわかるような気がする。ただ、悲しいかどうかなんてわからない。まるでじっさまではなく、僕の時間が止まってしまったかのようだ。死が何よりも理解しがたいもの。その言葉の意味が、このもやもやとした感情を言うのなら、僕にもわかる気がする。五郎太の前を今年一番の蝶が横切っていった。冬が終わり、春が来る。のどかな季節の姿は、心の麻痺とは裏腹で、五郎太にとっての現実とは食い違っているように見えた。そういえば、じっさまと昔、川で釣りをしていた時も蝶が舞っていた。そうだ、あの頃も今と同じで春が訪れた頃だった。三郎はいつも魚を一匹釣るたびに瞑想するかのように目を閉じていた。五郎太はそれが何を意味するのかも知らず、きれいな蝶を捕まえようとしていた。
そんな五郎太を見て、三郎が静かに話し始めた。よいか、五郎太。わしらは皆自然と共に生きている。生きるためには食べねばならん。そして食べるためには主女、生きようとする者たちの命を摘まねばならん。わしはな、釣った魚一匹一匹に感謝するのだ。魚一匹の命がわしらの命と一つになる。わしらを生かしてくれる。そのために罪もない命を摘むのだから、その一つ一つに感謝して手を合わせる。そして自分たちの命と他の命ある者たちを大切にせねばならん。わかるかな？気がつくと、五郎太は蝶を捕まえるのをやめ、三郎が釣り上げた魚を見つめていた。その方がいいことのように思えた。じっと魚を見つめていると、心の底からありがたい気持ちになった。それと同時に、まだ息ある命が途絶える瞬間を身近に感じ、恐れもこみ上がった。蝶もまた、小さく短い命を精一杯に生きているんだよ。三郎はそう言って五郎太を優しく見つめた。振り返ると、蝶はひらりひらりと優雅に飛び去り、近くの花に止まって羽をゆっくり動かしていた。それが命の大切さを初めて教わった日だった。それから幾度もの時を交え、三郎は五郎太に多くのことを教えた。それまでにも村の人が鶏の皮を剥ぐのも少し怖くなったり、かわいそうに思ったりはしていたが、この日を境に五郎太は激しく胸が苦しくなるのを感じるようになった。傷ついたような顔をする五郎太に村人は笑いながら、慣れなければ生きてはいけないと言った。しかし、三郎は五郎太の肩を抱いて囁いた。そのままでいい。とても辛いことだろうが、その苦しさに耐えることも大事だ。しかし、忘れてはいけない。慣れる必要はないのじゃ。お前は命の大切さを学んだのだから。五郎太の耳に三郎のその言葉と鳥の悲痛な鳴き声ともがき苦しむ羽音、そして村人の平然とした話し声が容赦なく飛び込んできた。すべてが恐ろしく思えて体が震えた。そんな五郎太を肩に置かれた三郎の手がぐっと力強く支えていた。日常を、すべてを当たり前だと思ってしまうことはとても寂しいものだからな。この言葉が五郎太の胸に深く刻まれたのは言うまでもないことだった。五郎太は三郎の真似をするのが好きだった。どこへも一緒についていったし、小さいながらもあらゆることを手伝った。村で火事が起きた時も、村人全員が鎮火にせわしなく動き回っている中で、五郎太も三郎について桶に水を汲んで渡す役目を進んで買って出た。小さな五郎太にはこの上ないほどの重労働だったが、泣き言を漏らすこともなくせっせと運び、
三郎や村の人たちに手渡していた。五郎太がよたよたとふらつきながら運ぶほどの重くたっぷりと水の入った桶を軽々と持ち上げ、火に勢いよく振りかける三郎の姿は誰よりも力強く、とても大きく見えた。隣に住む先の犬、花が丸3日も行方不明になった時も、三郎と先と共に3人で探しに出た。泣きじゃくる先を三郎が何度も励ましていった。犬っちゅうもんはな、帰る場所を知っておる。どこへ行っても必ずお前さんのところへと戻ってくる。賢い生き物じゃからな。でも、もし熊や狼にでも襲われていたら、そう言って先はさらに激しく泣いた。安心せい。犬は鼻が利くし足も速い。それに花はとっても頭がいい。なんせ村一番の猟犬じゃからな。そうだ、安心せい。五郎太が三郎を真似た。安心せい。それは三郎の口癖だった。五郎太はこの言葉が何よりも好きだった。三郎がこの言葉を言うと、すべてがうまくいくような気がした。牛飼いの吉蔵が高熱を出した時もそうだった。村でたった一人の医者が山二つ向こうの村へと遠出していて、村に帰るにはまだ数日かかる。このまま死んでしまうのではないかと、吉蔵は弱気になっていた。五郎太が水を汲み、三郎はその水に手ぬぐいを浸して、吉蔵の額に当て、絶えず励ました。安心せえ、お前さんはすぐに良くなる。この時ばかりは五郎太も不安だった。吉蔵のぜいぜいと苦しそうな息遣い。熱は一向に下がる気配がなく、時間が経つにつれ、どんどん悪くなっていった。少し日が傾いた頃、母もやってきた。その日は三人で夜を徹して看病することになっていた。母が粥を作り、吉蔵に食べさせているとき、三郎が五郎太に自分がやっていたように看病するようにと、そう言ってふらっとどこかへと行ってしまった。数時間経ち、とっくに日も落ちきってしまった頃に、やっと三郎は戻ってきた。小さなかごに黄色い親指ほどの大きさの木の実をいくつか摘み取ってきていた。これを食べ、すぐに良くなる。吉蔵は食欲もなく、粥も器の半分ほどもいかず食べるのをやめていた。いや、俺はもう死ぬんだ。俺が死んだら三郎さん、牛たちを任せてもいいだろうか。俺の命の次に大事な牛なんだ。すがるようにして吉蔵は三郎の手を掴んだ。牛たちを前に生き生きとしていた瞳も、この時はとても弱々しく怯えていた。お前さんは死なん。だから牛たちもお前さんが面倒見れる。ほれ、この実を食べるんじゃ。これを食べればすぐに良くなる。三郎が手伝ってその実を食べさせると、一時ほどで吉蔵の熱はほとんど下がっていた。吉蔵を寝つかせると三郎は言った。今食べさせた実は
不思議な力を持っていてな。万病に効くわけではないが、大抵の病に効く実だ。遥か昔の不思議な力がこの身に宿っておる。それを知る者は今となってはあまりおらん。どこにでもある実じゃないからな。それにこの実もおそらくこれで最後だ。少しずつ多くのものが消えてゆく。三郎は遠くを見つめるように言葉を切り、少し間を置いてかぶりを振った。そして五郎太をじっと見つめて笑顔で言った。安心せえ、吉蔵はこれでもう元気になる。その一言で五郎太の不安はかき消えた。過去に一度だけ五郎太は三郎に怒られたことがあった。イノシシが畑を荒らすと村人が村長に報告し、村長が三郎に助けを求めに来た。三郎は村の若い男たちを引き連れて山へとイノシシ退治に向かったが、その時ばかりは危険だからと五郎太がついていくのを許さなかった。それでも五郎太は好奇心でこっそりと後をついていった。追われるイノシシの逃げ道に見事隠れていた五郎太は危うくイノシシに殺されかけ、間一髪のところで三郎に救われた。三郎は激しく五郎太を叱りつけた。五郎太が無事だったことに安堵し、さすがは三郎さんの孫だ、と調子に乗ってはやし立てる村人をも三郎は一喝した。思い出せば思い出すほど三郎が恋しくなった。ふと顔を上げれば目の前に見慣れた三郎の背中があるような気がした。家の前まで来ると、三郎が五郎太はどこかと引き戸から顔を出しているような気がしてならない。家の裏からひょっこり出てきて、毒蛇を捕まえたぞ、と自慢げに言ってくるんじゃないだろうか。それとも、かごにキノコをたくさん摘み取って、食べられるキノコ、食べられないキノコの見分け方を教えてくれるかもしれない。そう思ってあたりを見渡しても、やはり三郎の姿は見えなかった。当たり前だ。じっさまは死んだんだ。人食いじじいの話を残して。そうだ。人食いじじいを忘れてはいけない。僕がしっかりしないと。僕がみんなを守らないと。そう思うと、五郎太は急に自分が一回り大きくなったような気がした。幸せな人間の魂を喰らう妖怪。魂なんて形のないものを一体どうやって食べるのだろうか。振り返ると山から誰かの悲鳴が聞こえた気がして思わずぶるっと体を振るった。まさかあんな遠くから声が聞こえるわけがない。五郎太は急に二回りも小さくなった気がした。